は IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の春の新商品を紹介します。春の新商品は700点以上追加されています。中でも見逃してほしくない注目の新商品を今回紹介していきます。これは IKEA あるあるですけども、新商品は本当に売り切れるのが早いので、売り切れる前にチェックしてください。まずはこちらのキッチンとダイニングのディスプレイなんですが、壁のアート用飾り棚にご注目ください。フレームのように時計が飾られています。こちら新商品でして、実物を見るのをとても楽しみにしていました。曲げ木のリムが文字盤を囲んでまして、とてもおしゃれですよね。プリントではなくてツキータ仕様なので全然安っぽくないです。もちろん壁に設置することもできます。近くで見ても質感すごく良かったです。文字盤のデザインも針が細いのもとてもミニマルでいいなと思います。秒針がないのでカチカチ言わないのもいいですね。北欧モダンなインテリアやジャパンディテイストにも合いそうです。ナチュラルなお部屋にも合いそうですね。他にも新商品出てまして、時計ですね。例えば隣のこちら、お花の形をした可愛らしい時計です。こちらは打って変わって文字盤がちょっとクラシカルなデザインとなっています。可愛らしいデザインですけども、ホワイト基調のお部屋にも合いそうです。隣のは前からある商品ですけども、 IKEA 実はこういうチーク時計みたいなのもあります。こちらは前からある時計の色違いかなと思います。スチールフレームのちょっとかっこいい時計です。数字が太くて濃いので読みやすそうです。ホワイトが以前からありまして、ちょっと駅の時計みたいな感じなんですけど、それの水色バージョンですね。こちらもシンプルなんですけども、数字が大きくて見やすそうな時計です。フレームの素材はプラスチックでして軽いので扱いやすそうです。とてもお手頃価格ですね。あと IKEA で人気なのはこちらの目覚まし時計も人気です。ここ 1,2 年の発売だと思うんですけど、デザインがとても可愛いので人気のある商品になっています。あと人気があるといえばこちらの時計、有名なんですけども、デジタル時計で文字が光るんですよ。すごくおしゃれなので人気です。これは光ってるんでずっと電源につないでおかなきゃいけないっていう注意点はあります。こちらは前回紹介した私が購入した新商品の置き時計です。ロックが可愛すぎるんですよ。こちらも新商品の置き時計、目覚まし時計です。デザインもとても可愛いですし、ちょっとペン立てがついてるのも機能的です。色違いでライトイエローも出ています。先に謝らせてもらっていいですか。前々回ぐらいの動画で紹介したシャーレクのオーナメントなんですけど、プラスチック製なんですよって言ってたんですけど、コメントで教えてもらいまして、ガラス製でした。すいません。めっちゃ触ってめっちゃ軽いからもうプラスチックと思い込んでたんですけども、パッケージもめっちゃガラスのマーク書いてあって、ちょっとこちら絡まってますけども、他の商品とほんとこうやって触ってもやっぱりね、ガラス信じられなくてずっと疑ってるんですけどガラスということです。本当にもうガラスと思えないぐらい軽いので勘違いしてしまいました。割れるのは心配かもしれませんが、とても軽いので飾りやすいと思います。そう割れそうではなかったですけどね、そんなやわそうではなかったです。落としたらダメそうですけどね。めちゃくちゃご情報ですね。すいません。ちょっと在庫だいぶ少なくなっておられましたので、迷っている方はお早めにゲットしてください。続きましては花瓶コーナーです。こちらは限定コレクションの商品でして、ぜひお早めにチェックしていただきたい商品です。こちらなんですけども、お花がモチーフとなってまして、底面とこの間口の方を下から見たり上から見たりするとお花の形になっています。すごく広がった形なので短い丈のお花と相性が良さそうです。ぷわーっと広がってしまいますからね。ちょっと隣にあった造花をお借りして
試しに飾ってみますけども、ほんとこのぐらい短めの方が合いそうです。新商品のミラーがルームセットで飾られてました。そう、単体でねオンラインで見るよりこうやって見る方が大きさの雰囲気が伝わるかなと思います。オーバルなんですけど結構ね横幅もあって大きめです。値段が安いんでもっとちっちゃいんかなって結構思いがちなんですけど、気をつけてください。こちらのルームセットとても可愛く模様替えされていました。こちらのテーブルランプはガラス製になっています。ホテルの受付みたいになりそうかなと思ってたんですけど、結構可愛いお部屋に合いますね。私もこのミラーの上にスポットライトをつけるっていうのを真似したいなってずっと思ってるんですよね。そのコンセントがすごい遠い場合困るじゃないですか。小さい電球のサイズでポータブルがあったらなって思ってます。でさっきの黄色のミラーなんですけども、色違いサイズ違いがありまして、こちらピンクが一番小さいサイズとなっています。結局単品で見るとサイズわからない問題はあるかと思うんですけども、手と比べるとこんな感じです。飾りやすいサイズ感だと思います。でもう一つありまして、グリーンです。グリーンは中間のサイズとなってまして、ちょっとね表現が難しいんですけどもかなり大きいと思います。結構しっかりとスペースがないと飾れないですし、部屋の主役になるぐらいインパクトがあると思います。安いですよね。はい、こちらのミラーの3種類紹介しました。ミラー探されている方は IKEA 結構おすすめだと思います。続きましては照明コーナーです。こちらはシェードが並んでいます。この黄色い縁取りされたシェード、新商品でしてとても可愛らしいデザインとなっています。全体が布で覆われているようなデザインでしてとても柔らかい光です。見る方向によって見る角度によってすごく形の印象が変わるのが面白いなと思います。またすごくお手頃価格でして、こちら一緒に展示されているコードセットも別売りなんですけども、合わせて買ってもこのお値段で買えるっていうのはすごいなと思います。電球も別売りですのでお好みの明るさのものを選んでください。これはねコードセットの値段ですけどもすごく安いです。でこちらは前回紹介したグレイシスモイスコレクションのものでして、こちらのコレクションをふんだんに使ったルームセットがありましたので紹介します。早速照明がね、この照明が使われております。もうまさに夢のような子供部屋です。子供部屋ですけども大人も全然使える可愛いアイテムがたくさんありますので見ていきましょう。まずはちょっとこれはね紹介したいこのノブです。ノブを変えるだけでこんな可愛くなるのかという。でちゃんと使いやすいようにデザインされてました。ちゃんとね掴みやすくなってます。この立体感がねとてもいいですよね。で黒の猫とこちらオレンジの猫のタイプもあります。2個セットのお値段となっています。緑のクマも売っています。国によってはグレーのウサギも売っています。勉強机の方は新商品のデスクライトが使われています。私もこれの白を購入しました。すごい読書灯として愛用しています。猫の入れ物もグレイシモイスのコレクションのものです。でこちらはベッドの下にこれくつろぎスペースのようなものがある部屋になってまして、こちら絵本棚のフリーサットなんですけどもピンク色が新色として出ています。かなり薄いピンク色で可愛らしいです。ナチュラル色のものがもうずっと前からありまして超ベストセラー商品なんですけど、結構しっかりネジで設置しないといけないので賃貸の人にはハードルは高いと思います。こちらのブランケットもすごくね可愛いんですよね。カラフルで手触りがすごくいいんです。そして柔らかいぬいぐるみの隣には柔らかくて大きな
クマのぬいぐるみが座っていました。こちら洗濯機で洗えるということで本当ですか？はい。そしてこちらの鉢カバーなんですけど、やっぱ可愛いですね。普通に鉢カバーですけど、ペン立てとかにしても良さそうですよね。お花の形が可愛いです。本当に隅々まで可愛らしいルームセットになっています。こちらは6畳のお部屋ということです。姿見もかけてあっていいですよね。うちも姿見を玄関に設置しています。縁が細くてとてもシンプルなのですっきりしてるんですけども、でも部屋は広く見せてくれたり明るく見せてくれる効果があるので、いい商品だと思います。ラウンドテーブルで新しいものが出ています。こちらなんですけども、パインの木材とスチールの細い足のデザインとなっています。すごくカフェっぽい雰囲気ですよね。ラウンドテーブルはサイズ2種類売ってまして、こちらは大きい方105センチのタイプで、もう一つ小さい80センチのタイプも売っています。これ大きい方ですよね。うちの家も110センチだったかな、今使ってるの。80センチっていうのが結構珍しいですよね。ちょっと実物見れなかったんですけど、よりカフェっぽい雰囲気になるんじゃないかなと思います。天板はパイン材なんですけども、塗装してあるせいか全然安っぽい雰囲気ではなかったです。ちょっと変わったサイドテーブルが出ています。クラシックなデザインなんですけども、色がグレーっていうのが面白いなと思いました。ちょっとカントリーチックなデザインなんですけども、足が太めでして、で他のサイドテーブルよりもちょっと大きめなので珍しいサイズ感であります。白もありまして、ローテーブルの代わりにソファーの横に置いたりするのに良さそうです。ちょっと天板の質感がいかにもプリントな感じはちょっと正直あるかなって思いましたので、買われる前に実物は要確認だと思います。同じシリーズでコーヒーテーブルも出ています。こちらもホワイトだけじゃなくてグレーもあります。ちょっと天板が印刷っぽい感じではありますが、その分値段は抑えることができます。キッチンコーナーです。私も愛用していますポカールというグラスなんですけども、なんと単品売りになっていました。確かずっと6個セットだったんですよ。とてもタフなグラスであったかいのもいけます。これめちゃくちゃいいですよ。やっぱ単品で買いたい時ありますもんね。いや本当食器だけじゃなくグラスもバラ売りなの本当ありがたいです。大きいサイズのポカールですね。こちらはかなりたくさん入ります。見た目通り結構しっかり重たいんですけど、このデザインのおかげで結構持ちやすくて使いやすいです。すごく素敵なグラスが発売されていました。こちらなんですけども、この柔らかいデザイン素敵ですよね。モダンな雰囲気がしていてお値段以上だと思います。確かに軽かったですし、持ちやすいサイズ感だなと思いました。食洗機は OK なんですけども、温かい飲み物は50度以下と書かれていましたので、その点は注意が必要です。結構カーテンって IKEA おすすめなんですよ。うちも3つの窓に IKEA のカーテン使ってます。コスパいいですし、種類も豊富です。カーテンって部屋の雰囲気を大きく左右するので、雰囲気をちょっと変えたいなと思っている方におすすめのアイテムです。こちらレースカーテン新しく出ていました。とても柔らかい表情の模様が入っていまして、可愛らしい雰囲気です。ホワイトとピンクがあります。薄いピンクでとても素敵でした。はい、こちらがピンクです。ちゃんと一般的なカーテンにかける用の金具っていうんですかね、カーテンフックも IKEA 売ってますし、こちらのカーテン自体にそのカーテンフックをかけられるような仕様になってますのでご安心ください。
そう、私がね持ってた、いや今も使ってるレースカーテンって、それも紹介しようと思って探してたんですけど、今はね販売終了してました。びっくり。ほんと種類たくさんあって、ポリエステルのものとかリネンのものもありますので、素材でかなり表情違いますので、オンラインでご購入される方は素材の項目もよくチェックしてみてください。私も IKEA オンラインショップでよく購入するんですけども、私こんな大きいもん買った覚えないねんけどと思って開けたら、めっちゃちょっとしか入ってなかったんですよいや、なんでこの箱のチョイスと思いましたけど、はい、まな板を購入しました。竹製です。こちらの商品はサイズ展開も豊富でして、うちはねこのサイズ感が結構ぴったりかなと思ってこちらにしました。角がこう斜めになっていて持ち上げやすいっていう特徴があります。最初はオイルをこう塗りまして、24時間乾かしてまだオイルを塗るっていうのを繰り返してから使用します。木製なのでお手入れはちょっとね手間がかかるんですけども、安定感があって使いやすいですし、やっぱ包丁の当たり方が優しくて気持ちがいいなと思います。そういえばエルダーフラワーシロップが復活していました。最後までご覧いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。